おはこんばんは、オリーブです。今回はジムニーの JB234 型のオイル交換をしていきます。この動画はポンコツなオリーブの提供でお送りします。本当これなので真似される方は自己責任でお願いします。はい、そしたら作業を始めていきます。エンジンオイルとオイルフィルターの交換だけならジャッキアップの必要はないんですが、撮影しづらいのでジャッキアップしていきます。まだやったことがない人は素人ながらに丁寧に説明するので、参考にできそうな箇所があれば参考にしてください。玄人の方はもっといいやり方があるのにとにやついてください。あと画角が悪くて決定的な瞬間が見づらい。まずはボンネットを開けるために助手席を見ていきます。ボンネットを開けていきます。ボンネットを開けるレバーは助手席のダッシュボードの中にありますね。この左の方ですね。手持ちで失礼して、ここにあるのがボンネットを開けるレバーですね。これを引っ張るとボンネットが開きます。ボンネットを開けるレバーは運転席にあることが多いんですけど、ジムニーは珍しく助手席にあるみたいですね。そしたらボンネットのここが少し浮いたので、ここに手を入れてボンネットの解除レバーを押しながらボンネットを上の方に上げていきます。解除レバーはターボの吸気口の少し左あたりにありますね。そしたらこの右の方にボンネットを支える棒があるので、これを取り出してボンネットの右にある穴に取り付けていきます。ここに矢印があるので、これを目印にしてこの下にあるこの穴にボンネットの支える棒を入れればいいですね。ボンネットを開けるときに操作してたレバーがこちらですね。上の方にこんな感じで操作するとボンネットが開きますね。そしたら今度は運転席を見ていきます。はい、そしたらエンジンかけてエンジンオイル温めていきます。エンジンオイルが温まった目安ですが、この水温計のメモリが真ん中あたりに来たらエンジンを止めています。これは水温計なのでエンジンオイルの温度を表すメーターじゃないですけど、なんとなく水温が温まったらエンジンオイルも温まったってことにしています。はい、こんな感じで水温計が温まったのでエンジンを止めます。そしたら今度はエンジンルームの真ん中より少し右の方を見てみると、こんな感じでエンジンオイルの注入口があるので、こちらの蓋を開けていきます。蓋を開ける理由ですが、圧力を抜いてエンジンオイルを排出しやすくするためですね。近くで見てみるとエンジンオイルっていう風に書いてあるので、どの蓋なのかすぐにわかると思います。下にはエンジンオイルのマークがついてますね。今から手で開けていくんですが、キャップが硬くて回らないときはキャップを布とかで保護しながらモンキーレンチを挟んで回すと簡単に開きます。開けていきます。で、このエンジンオイルの蓋は適当に落とさないところにこんな感じで置いておきます。ただ慣れないと作業に手間取ると思うので、直前まではもともとついてた場所にこんな感じで軽く止めておいてもいいかもしれませんね。そしたら車体の下に潜っていきます。カメラはこの位置に置いて矢印の方向に向けて撮影していきます。エンジンオイルを抜くドレンボルトとオイルフィルターの大体の位置ですが、ボンネットの真ん中と前タイヤが交差するこのくらいの位置にありますね。はい、今車体下を潜っているところですね。ここの青いやつがオイルフィルターで、その隣のこの大きいやつがオイルパンですね。オイルパンはエンジンオイルが入ってるものですね。この下にあるここのボルトを緩めてエンジンオイルを出していきます。エンジンオイルの受け皿には適当な廃材の鍋を使っていきます。ソケットは 17mm を使います。ちょっと奥まった位置にナットがあるので、エクステンションバーで延長してラチェットで外していこうと思います。こんな感じですね。オイルパンの下にオイル受けを置いて、今からボルトを緩めてオイルを抜いていくんですが、すみません。一番大事なシーンなのに画角が悪くてボルトがほとんど映っていません。この辺りにボルトがあります。後日カメラを車体正面から突っ込んで撮影しました。ここのボルトを緩めていきます。左回しです。ボルトが緩んだので、あとは手で回していきます。
で、今この手袋ですけど、ゴム手袋に変えてきます。絶対手にオイルつくので。変えてきました。よし。回していきます。よし。オイルが抜き切るのを待とう。はい、そしたらオイルを排出している間に取り外したボルトを洗って新しいパッキンをつけていきます。古いパッキンがついているので外していきます。マイナスドライバーで外れるかな。素手で外れる時もあるけど、めっちゃ滑るな。こうやってマイナスドライバーで隙間を作ったんですが、外しづらかったのでプライヤーで引き抜きました。パーツクリーナーでボルト洗っていきます。そしたらこちらのパッキン使っていきます。もう1枚使っていますが、これは2枚入りのドレンパッキンですね。で、内径が 14mm のものを使っていきます。厚み 2mm、外径 22mm ですね。多分スズキの軽自動車はこの寸法のパッキンが多いのかな。もともとついてたパッキンの材質が銅になっていて、汎用品の方はアルミでできているみたいですね。まあどっちでも変わんないと思いますけど。はい、このパッキンになるワッシャーなんですけど、映像では分かりづらいですが、表と裏があります。片面は角が丸くなってて、片面は角が角張っています。で、調べてみると、指定があったり、車種によっては違ったりするんですが、どうやら角が丸い方が車体側で、角が角張ってる方がボルト側に向くように取り付けた方がいいっぽいです。間違ってたらすみません。パッキンの角張ってる方か丸い方かは実際に目で見ればわかると思います。こんな感じで取り付けます。そしたら車体にボルトの方戻していきます。ボルトを戻す前にボルトの取り付け部パーツクリーナーで軽く拭いておきます。ペーパーにパーツクリーナーをつけて、ボルトの受け側に直接パーツクリーナー拭くと中に入っちゃうかもしれませんからね。そしたら締めていくと。そしたらボルト締めていきます。はい。で、ボルトの締め付けトルクはネットで軽く調べてみると、オイルパンとボルトをきれいにして乾燥状態のまま新品のパッキンを使った状態で49ニュートンらしいです。その他にも手で回してボルトが車体側に触れてから4分の3回転工具で締めるっていうやり方もあるみたいですね。4分の3回転についてはオイルフィルターの作業で説明します。ちなみに今回は感覚で締めていきます。感覚としてはこのアルミのワッシャーが潰れたなっていうぐらいで締め付けていきます。こんなもんかな。そしたら今度はオイルフィルターレンチを使ってオイルフィルター外していきます。で、オイルフィルター 64mm とか 65mm とかそのあたりのサイズの違いとかあったりするんですけど、どんなサイズでもだいたいいつも 64mm のオイルフィルターレンチ使ってますね。まあ 1mm ぐらい違くてもだいたいなんとかなってますね。補足ですが JB23 系統のジムニーはおそらくどの型式でも純正オイルフィルターの外径は 65mm だと思います。使い方は簡単で、ラチェットにはめ込むだけですね。ここにラチェットをこんな感じではめて使います。で、オイルフィルターも入り組んだところに入っているので、延長するエクステンションバーをフィルターレンチとラチェットの間につけて使っていきます。まあなくても多分できるかな。でも使った方が楽だと思います。よし。そしたら外していきます。少し見えづらいと思うんですけど、結構邪魔するものがあるのでうまく撮れないと思うけど、この状態で撮影していきます。オイルフィルターも外した時オイル漏れてくるので、近くに適当な受け皿置いといて入れられるようにしておいた方が床が汚れないと思います。これ見てもらうとわかると思うんですけど、フィルターとフロントアクスルっていう一体型の部品の間に工具が挟まってやりづらいんですよね。でも工具を延長してるエクステンションバーを外すと手を伸ばさないといけないし、他に何かいい方法あるんですかね。ある程度回したら手で
下に何か紙か布引いといた方がよかったな。滑る。よいしょ。あ、手袋もゴム手に変えてます。絶対汚れるので。上手い人は汚さないでできんのかな。こちらが外したオイルフィルターですね。こんな感じです。そしたら、こちらの新しいオイルフィルターつけていきます。ジムニーは鈴木社ですけど、マツダ社用の使っていきます。一応、オイルフィルターのサイズの規格があるんですけど、4分の3の 16UNF っていうのを使えば、他社の車のオイルフィルターでも使えるので、こちらを使っていきます。細かい仕様の違いとかあるかもしれないですけど、今までこれで問題がないので、多分使っても大丈夫だと思います。で、ここにネジが切られているんですけど、ここのサイズがさっきの4分の3ってやつですね。そしたら、オイルフィルター取り付ける前に目印をつけていきます。まあ、目印は適当に線を引けばいいだけですね。こんな感じで適当に目印をつけました。なんで目印をつけるかというと、オイルフィルターって手で回していって、そこの面が車体に設置してから4分の3回すと取り付け完了っていう仕様が多いので、どれぐらい回したかわかるように目印をつけています。オイルフィルターを4分割にした時に、こう回していって、1回転の1つ手前に来るところまでオイルフィルターを回してあげれば取り付け完了っていう感じですね。オイルフィルターはネジの取り付け側にゴムのパッキンがついているので、ここにエンジンオイルを塗ってから車体に取り付けていきます。で、最初にエンジンオイル塗ってもいいんですけど、いつもやる方法としては計量カップにエンジンオイルを入れて、オイルフィルターとエンジンオイルを車体の下まで持っていって、オイルフィルターをこんな感じでつけて、そこから回して車体に取り付けてます。その方が床も汚れにくいですし、パッキンに均等にオイルを塗りやすいですからね。計量カップにオイルを入れていきます。フィルムを剥がして、そしたらオイルフィルターを取り付けるところを掃除してからオイルフィルター取り付けていきます。二中リフトとかあればな、もっと説明しやすいのに。右回しでつけていきます。少し斜めになってる。ああ、ゴム手袋した方が良かったかな。ここから4分の3回していきます。よし、OK。そしたら廃オイル捨てていきます。ホームセンターに廃油ボックスっていうのが売っているので、こちらに廃オイルを入れて処理していきます。中は綿みたいなのが入ってますね。さよならオイルさん。しばらく吸わしとこう。オイルフィルターもオイルを廃油ボックスに入れて切っておきます。オイルフィルターは捨てるとき金属買取に出しています。よし。そしたらオイルの方入れていきます。オイル交換だけなら 2.8 リッターなんですけど、今回はオイルフィルターも交換したので3リッターエンジンオイルを入れていきます。オイルフィルター交換した時は少しオイルの量が増えますね。で、ただの計量カップを使ってオイルを入れていくので、自作の定規でオイルがこぼれないようにしていきます。ペットボトルを切ったやつと、これは草刈り機とかバイクのエンジンオイルとか買った時についてくるノズルですね。ペットボトルとちょうどサイズが合うので、こんな感じで取り付けて定規の代わりに使っていきます。ノズルが入らなかったな。吸入口の奥、タイミングチェーンかながあってノズル差し込めなかったので、ペットボトルだけで定規の代わりにしていきます。1リッター、2リッター、3リッター、はい、満タン OK。 たらキャップを閉めて、エンジンをかけてオイルを循環させます。 OK かな。そしたらエンジンオイルの量がちょうどいいか確認します。だいたい車体の真ん中の手前側の方に黄色いレベルゲージがあるので、こちらを引っ張って
レベルゲージを拭いてもう一度戻していきます。そしたらもう一度抜いて、このレベルゲージの穴より下の方にエンジンオイルがついてればちょうどいい量になってますね。そしたらキーを回して、ここに走行距離が出てるんですが、隣のボタンを押すと A と B の距離に変わって、もう一度押すとまた走行距離に変わるみたいな機能があるので、これを切り替えて、今 A のところに設定しました。で、ボタンを長押しにして離すと、こんな感じで距離がリセットされるので、次回この走行距離が5000キロになったらまたエンジンオイル交換したいと思います。A と B があるので、こっちもリセットしておこうかな。A はエンジンオイルで、B は他の何かの交換時期を見る目安に使ったりするといいのかなと思います。この機能が結構便利でよく使ってますね。カーナビにもエンジンオイルの交換時期が出る機能あると思うんですけど、メーターについてる方がパッと簡単に見れるので便利かなと思います。多分今まで見てきた軽自動車はだいたいメーターのリセットの操作は同じだったと思うので、どの車種でもこの方法が使えるのかな。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はジムニー JB234 型のエンジンオイルを交換しましたね。整備って本当にいいですね。さよなら、さよなら、さよなら。今物がいっぱい置いてある大きい倉庫があるんで、そちらを片付けて新しい作業スペースにしようとしているんですが、動画投稿の頻度がすごく落ちてしまうので、日常の大したことないことも動画に上げていこうかなと考えています。いろいろ落ち着いたらシリーズものとかどっか出かける動画とかも上げていきたいですね。